回はアカデミーの72分の1ボーイング B17G の仮組みを行います。 B17 空飛ぶ要塞フライングフォートレスね。そうそう、最近配信が始まった海外ドラマでマスターズ・オブ・ザ・エアってのがあって、 Apple TV プラスで見ることができるドラマね。このドラマは2001年のバンド・オブ・ブラザーズと2010年のザ・パシフィックに続く第3弾として企画された戦争ドラマなのだ。スピルバーグとトム・ハンクスが制作している戦争ドラマシリーズね。今回から HBO ではなく Apple との契約となったので Apple TV プラスにて配信されている。なるほどね。バンド・オブ・ブラザーズは第101空挺師団の活躍を D-Day からドイツ進駐までを描いた作品。マーケットガーデン作戦やバルジの戦いも描かれましたね。ザ・パシフィックは太平洋に舞台を移してガダルカナルやペリリュー、沖縄戦が描かれた。そうでした。それで今回は何が描かれているのですか？今回は空の戦いが描かれている。なるほど。空といっても爆撃隊の話で最も被害の多かったとされるアメリカ陸軍航空隊第100爆撃隊を描いている。それで B17 を選択したのね。そうそう、もともと映画メンフィスベルが好きだったのでアカデミーの B17 を積んでいたわけで、このドラマを見て選んだ次第です。映画メンフィスベルも B17 の話だったわね。そうです。映画とドラマで登場しているのは B17F だと思うけどね。微妙に型式が違うのですね。どこが違うのですか？ B17 は比較的正面が弱かったらしく、ドイツ空軍は正面からの一撃離脱を基本としたみたい。ドラマでもメッサーシュミットが正面から突っ込んできてましたね。それで正面武装を強化したのが F 型で、さらに強化したのが G 型だそうです。弱点をカバーした型式なのね。そうみたいね。ちなみに G 型が最多生産タイプだそうです。このキットはいつ頃出たキットなの？今回の G 型は1994年に出たキット。元をたどれば1988年に出た C 型が最初みたい。最初に出た時はアカデミーミニクラフトでしたね。そうでした。代理店はサニーかな。他のメーカーからも出ているの？では同スケールで主要メーカーだけに絞って紹介します。お願いします。1962年に出たレベルとエアフィックスから紹介します。レベルのキットは F 型のようですね。エアフィックスは最多生産タイプの G 型ですね。次は飛行機の長谷川からで、1976年に F 型と G 型で発売された。バリエーション展開で同じ年に出たのね。同年にはフロックからも出ている。フロックは E 型で出しているのね。1979年にはマッチボックスからも出た。これは G 型で出たみたい。ふむふむ。そして1988年に今回紹介するアカデミーから C 型が出た。この後隠し型式をバリエーション展開する。前述通りアカデミーミニクラフトね。このキットはイタレリにも OEM されている。なるほどね。2010年にはレベルから新金型で G 型が出て、2016年にもエアフィックスから新金型で G 型が出た。海外老舗メーカーがリニューアル版を出してきたわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストはまさに爆撃直前の B17 なのだ。爆弾層が開いているのね。それにしても派手なノーズアートですね。カロライナムーンっていう機体で三日月に裸の女性となっている。このマーキングは長谷川からも出ていましたね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが5枚、透明パーツが3枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは1種類。アメリカ陸軍第8空軍第490爆撃航空軍第851爆撃飛行隊所属機カロライナムーンとなる。なるほど。部品点数は180点。さすが4発爆撃機。すごい部品数ですね。バリエーション展開のために余剰パーツがたくさんあるからかも。なるほどね。ではアカデミー72分の1ボーイング B17G フライングフォートレスの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で18パーツとなる。操縦席と正面銃座となるのね。定期パネルはデカールでの再現となっている。操縦桿や座席を組み込むのね。正面銃座は爆撃手もいるので爆撃照準機も組み込みます。有名なノルデン爆撃照準機ね。次は爆弾層の製作なのだ。お願いします。
まずは爆弾の組み立てからなのだ。爆弾は左右も中割りなので接着。全部で8個作ることになる。普段の飛行機では後半に紹介する部分ね。爆弾層は5パーツ構成。前後の隔壁の間にラックを組み込む。ドラマでは手作業でピンを抜いてましたね。総員退避の時もこの爆弾層から飛び降りていた。次はエンジンですね。エンジンは正面から見えるモールドのみ。ある程度立体感のあるタイプ。プロペラ軸は後ろから組み込む。4発爆撃機なので全部で4つ作るのね。できたらカウリングをかぶせてプロペラを軸に接着して終了なのだ。次はボールターレットね。ボールターレットは全部で6パーツ。透明パーツで本体を作ってから機銃を差し込めば完成なのだ。次は上部回転銃座ね。ここは3パーツ構成。上部がクリアパーツとなっていて機銃を挟み込んで接着となる。いつもと違って色々と多いですね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と爆弾層、各種銃座、ビリンを組み込む。その他にもクリアパーツや機銃を組み込むのね。当然操縦席、胴体内側も先に塗装を済ませた方がいいのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなる。くっきり目に入っている。これなら墨入れもバッチリね。合わせ目の周辺が甘くなるのでその部分の彫り直しが必要そう。主翼はどうでしょうか。主翼は上下分割で左右2パーツずつ。貼り合わせる時に試脚を組み込む。できたら胴体に差し込むのね。貼り合わせ後にクリアパーツや排気タービン下吸気を組み込む。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。深さもバッチリとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は上下分割で左右それぞれ2パーツずつ。貼り合わせ後に胴体に差し込むのね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となっているけど爆撃機なので開閉選択はないです。ドラマでは胴体下部から乗り込んでましたね。もちろん透明度は問題なし。枠が多いのでマスキングが面倒です。ボールターレットとかもマスキングが面倒そうね。次は足回りなのだ。と言っても胴体でビリンは組み込み済み、主翼で試脚も組み込んでますね。そうそう。なので試脚にタイヤを取り付けて終了となる。タイヤはモナカ割りでホイールも別パーツなのね。次はビブの銃座です。本当に銃座が多いですね。ビブ銃座は左右分割された胴体ビブに機銃を差し込めば完成。ビブは透明パーツなのね。最後に機種先端のガンタレットの組み立てとなる。ふむふむ。ガンタレットの本体内側から機銃を差し込めば終了です。この部分が G 型の特徴となるのね。最後に総評なのだ。今回はアカデミーの72分の1ボーイング B17G フライングフォートレスの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。とにかくでかいです。置き場所を考えると躊躇します。日本の住宅環境だとそうですね。それでも組み上がった姿は非常にかっこいいので満足させていただきました。パーツ数は多いですがそこまで複雑な作りではなかったですね。パーツの愛もそこまで悪いわけでもないので飛行機プラモを作ったことがあれば大きな問題はないのかな。バリエーション展開で分割された部分かしら。さすがにタミヤのようにいきませんね。国内だと長谷川が出しているんだけど凸モールドとなっている。大モールドで墨入れしたい人はアカデミーを検討しても良さそうね。最近だとレベルやエアフィックスの新版が出ているけどお値段がお高い。両方ともディテールは素晴らしそうですけどね。アカデミーのキットは中古流通でもよく見かけるのでマスターズ・オブ・ザ・エアに感化された人は検討してもよろしいのではと思いました。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。